色褪せないショパンの名曲。発見音楽塾先生の星部翔です。さあ本日のテーマはこちら、ドン。作曲者ガチプレゼンビヨンズ英雄笑ってショパン先輩編。はい、やってまいりました。さあこちらの番組、ハロプロ楽曲を用いまして難しい印象のある音楽理論作曲についてを学び、ハロプロ楽曲をより深く味わっていこうという番組になっております。さあ本日はですね、2022年3月2日発売、彼女たちビヨンズのサードシングルの1曲目に収録されております英雄笑ってショパン先輩、こちらの楽曲について解説を行ってまいりたいと思います。さあこちらの楽曲、作曲は何と言いましてもロマン派の英雄、ピアノの詩人と呼ばれたクラシック界の大作曲家でありますフレデリック・ショパン。さあショパンの名曲をカバーさせていただきました。作詞は私星部翔、そして編曲は加藤祐介さんと星部翔となっております。時代も国境も超えて鳴り響くショパンの名曲たちをカバーということでね、このタチっていうのはポイントになります。さあこちらの楽曲、どんなきっかけで生まれたのか、そしてこの楽曲を味わう上で欠かせないのがショパンの生涯なんですね。39年の短い人生、ショパン先輩の一生をですね、ざっくりと解説することによってこちらの楽曲さらに深く味わえるんじゃないかなと思います。そしてこちらの楽曲、作詞私がしたわけなんですが、そのポイントと、あとはどのような楽曲デモからどういう風に編曲がブラッシュアップしていったのかというのを解説してまいりたいと思います。そして最後にはいつも通り一緒に MV を見ようというコーナーがあります。こちらも皆さんと共にですね MV を見ながら一緒に楽しんでまいりたいと思います。最後までご覧ください。よろしくお願いいたします。さあでは早速やってまいりましょう。まずはこちらです。ドン。アイデアは企画会議から。さあまずですね、このビヨンズ楽曲、毎度おなじみなんですけどもね、必ず企画会議が行われます。私星部翔、そしてディレクター、そして舞台演出、 MV 撮影班も交えてですね、企画会議が行われました。まず企画会議、ブレインストーミングみたいにですね、いろんな意見を出し合うわけですね。こういう曲いいよねとか、ああいう MV 撮ってみたいよねとかね、こういうライブに入る曲も欲しいよねとか、いろんなことを言い合うわけですね。そこで一つ上がったのがこの実験的なクラシックカバー曲の案なんですね。さあビヨンズ今回3枚目のシングルということなんですが、過去の作品1枚目2枚目に洋楽カバー曲っていうのが入ってました。まず1枚目のシングルに入っていたのがビレッジピープルのカバー曲で Go West ですよね。ウエストですよね。ダイエットに効くような曲でした。そしてセカンドシングルに入っていたのが激辛ラブ、これトトコエロというイギリスの女性ボーカルグループのカバー曲でした。もう知る人ぞ知る曲でね、もう知らない人は全く知らないっていう曲だったんですけど、そういう洋楽のカバーっていう流れを踏襲しつつ、サードシングルでは今までとはちょっと一味違うことをしたいよねと、そういう考えからですね、クラシックカバーどうだという話になりました。もうなんでクラシックカバーをやるんだっていうと、これは説明不要だと思いますけど、ビヨンズには名ピアニストがいるからなんです。現役音大生で過去にはコンテストで優勝したこともあるという小林ほのかさんですね。彼女がいるからこそ成り立つ企画であります。やっぱりメンバー自身が弾くっていうのが一番説得力がありますからね。そういう意味でクラシックカバーでもただのクラシックカバーじゃ面白くないよねと、この実験的なってとこなんですけど、この案として出たのはですね、いろんなクラシックの名曲を継ぎはぎみたいにですね、組曲のようにコラージュしてですね、一曲に仕上げるという案もありました。なるほど、それも斬新だなということで企画上がったんですね。あとはこの話の流れでクイーンのボヘミアン・ラプソディ的なみたいな話もありました。あとはこのクラシックカバー、歌物であると、本来は歌物ではないメロディーに歌詞を乗せる、歌にするってことなんですね。これが結構ね、難しいっちゃ難しいと思うんですね。こういうクラシックを歌物に変えるっていう実験的なカバーっていうのは過去にもいっぱいあるんですね。代表的なものを取り出すとですね、1959年にザ・ピーナッツの情熱の花ですよね。なんか昔の歌番組かなんかで聞いたことあったんですね。でその時って普通に聞いてたんですけど、後々ベートーベンのエリーゼのためにをオマージュしたと、ザ・ピーナッツのオリジナルじゃないんだって、それぐらい驚いたくらいすごいぴったりだったんですよ。でこの情熱の花をまたさらに深掘りするとですね、2年前の1957年ザ・フラタニティ・ブラザーズのパッションフラワーという曲があります。これぜひ YouTube とかで探していただきたいんですけど、これアメリカの男性ボーカルグループが歌っていると。これ元ネタがベートーベンのエリーゼのためにを男性ボーカルで歌っているんですね。この曲が1年後の1958年になぜかイタリアでヒットするっていうね。そして違う歌い手がですね、フ
ランス語に訳したり、ドイツ語にしたりですね、歌い直して、さらにカバーをしてですね、これもヒットしちゃうと。そんな世界的なムーブメントが日本にやってきて、1959年にザ・ピーナッツの情熱の花が誕生して、日本でもヒットするという流れなんですね。いわゆるカバー曲のカバー曲、孫カバーってやつなんですね。この辺のクラシックカバーの歴史も面白いですよね。さらにはこのベートーベンのエリーゼのためにのカバーなんですけど、22年後の1981年にも行われます。ザ・ヴィーナスという女性ボーカルのバンドですかね。このザ・ヴィーナスがキスは目にしてって曲でまた日本で流行るんですね。ザ・ピーナッツが情熱の花なんですけど、ザ・ヴィーナスはキスは目にしてなんですね。これ聞いたことあるって方たくさんいらっしゃると思うんですけど、この曲もね、ロカビリー調で最高なんですね。これもなんかベートーベンが元ネタとは思えないくらいキャッチーだったんですね。そしてクラシックカバーで、近年一番有名なのが2003年の平原綾香さんのジュピターですよね。このジュピターっていうのはイギリス人作曲家のホルストが書いた管弦楽組曲惑星。これ第7楽章まであるらしいんですけど、これの第4楽章が木星、いわゆるジュピターなんですね。この旋律が世界的にも非常に愛されていて、この旋律に目をつけた平原綾香さんが日本語歌詞を載せてヒットさせるっていうですね。このムーブメントも当時見ててすごい面白かったですね。なんかこのクラシックカバーって既視感というか貴重感と、あと新鮮さが相まってすごい面白いんですよね。というようなことをビヨーンズでもやりたいよねという話がここで企画会議の段階で出ておりました。さあそんな中で企画会議からこのワードも出ました。芸術は爆発だ。日々はアートだ。この芸術は爆発だっても皆さんご存知だと思いますけど、芸術家の岡本太郎さんの名言ですよね。僕岡本太郎さんのことは詳しくは知らないんですけども、このワードはめちゃくちゃ知ってます。ものすごいパワーワードですよね。2025年に大阪・関西万博もあるしねとかね、そういう流れからこのワードも出てきました。ちなみにこのワード、芸術は爆発だ。これサビの歌詞に思いっきり引用してます。このショパン先輩のサビの歌詞がですね、人生は芸術だとかですね、青春は爆発だということですね。ここから取ったということなんですけどね。ということでクラシックカバーでありながら、芸術名言オマージュでもあるということでございます。そしてこの日々はアートだという、このビヨーンズの MV を毎回担当していただいている北野敦さんからの言葉です。北野敦さん、MV こんな MV だと面白くないですかっていう提案があってですね、何気ない日常を額縁の中に入れるとそういう作品に見えると、そういう何気ない瞬間を額縁の中から見ることによってアートになるよねみたいな話をしたんですね。そんなこともですね、この企画の段階から言われておりました。この言葉もなんとなく私のヒントになりました。この日々はアートって本当にそうだと思います。要は日々ってもうありふれた日常ですよね。そういう見慣れたもの同士をなんかくっつけると全く新しいものが生まれるとか、そういうことって結構あると思うんですよね。なんか普通の言葉と普通の言葉をつなげるとなんかすごい面白い感じになるとかね。なんかそういう視点で素敵だなというのが私の中にもあります。というような感じで企画会議でいろんな案が出た中でね、このクラシック関係はこのワードが出ました。これを一旦家に持ち帰ってですね、何しようかなって考えてる時に思いついたのがこちらです。ショパン縛り、曲のキーは変えない。まずこの企画会議の段階でいろんなクラシックの名曲を継ぎはぎ状にしてコラージュして一曲にするっていうのはすごい素敵だったんですけど、なんかそれだとねちょっととっちらかっちゃって統一感がなくなる恐れもあったんですね。じゃあどうしたらいいかなと考えたんですけどね、ショパン縛りにしたら面白いんじゃないかと思いました。なんでショパン縛りにしたのかっていうとですね、まず私が大好き、単純に私大好きなんですね。あとね、ショパンってめちゃくちゃ日本人から愛されてますよね。なんかモーツァルトとかベートーベンも有名ですけど、なんかショパンの曲ってめっちゃいいですよね。単純に好きだから選んだっていうのと、あとはですね、ビヨンズの小林ほのかさんがピアノを始められたきっかけというのがショパンの英雄ポロネーズを弾きたいという動機だったそうですね。これは事前に情報入ってましたんで、なるほどと。そしてどうやらバースデーイベントで英雄ポロネーズをついに弾いたらしいぞと、そういう情報も入ってきてました。なるほど、弾けるようになったかと。じゃあ曲にしたら面白いんじゃないかと、そういう思惑もありました。で、あとはですね、ショパン縛りということでですね、ショパンの1曲のみをオマージュしてもちょっとつまらないだろうということで、ショパンが作った楽曲を2曲以上ブレンドしたら面白いんじゃないかと思いました。ということですね、改めてショパンの名曲を探ったわけですね。さあ、ここで突如の星部翔が選ぶショパンの名曲ベスト5。
先に白状しておきますけどね、私星部翔クラシック音楽そんな得意じゃないです。そういうクラシックほぼ初心者の私がですね選ぶショパンベスト5ということです。第5位とか第1位とかじゃなくてね、とにかく5つくらいしか知らなかったんですね。まずは幻想即興曲ですよね。こちらも早弾きのピアノが印象的ですごい覚えてました。そして2曲目が別れの曲ですよね。別れの曲、これ僕の世代ではないんですけども、月9ドラマに101回目のプロポーズってありましたよね。武田鉄矢さん、浅野敦子さん主演の恋愛ドラマなんですけど、武田鉄矢さんがですね、浅野敦子さん振り向いてほしいってことですね、不器用ながらに一生懸命練習して披露した楽曲がショパンの別れの曲だったんですよ。あのシーンを見てですね、ピアノ始めようって思った男性多かったと思います。それくらいちょっと拙い演奏がね素晴らしかったんですね。そういう風に覚えてます。そして3曲目、革命のエチュード。こちらはですね、僕が高校時代の時にね、ピアノがめちゃくちゃ上手い男子がいて、その男子が弾いてたのがね、革命のエチュードなんですよ。これめっちゃかっこいいんですよ。この左手がねすっごい動きするんですよね。それで覚えておりました。そして4曲目がノクターン第2番。これ星部的にこの曲が一番好きかもしれないですね。もう美しい旋律、自然と涙が頬を伝うような旋律だなと思います。そして5つ目が英雄ポロネーズ。こちらの楽曲はですね、某胃薬の CM ソングで私的にはおなじみでした。聞いたことあるって感じでしたね。ということでこのざっくり5つあったんですね。そういうクラシック初心者の私が知ってるショパン楽曲っていうのはこの5曲だったわけです。その後でネットでですね、ショパンの人気曲ベスト5とかって見るとですね、大体この5曲載ってるんですよ。なんか私と同じ認識だなと思ってね。じゃあこの5曲の中からうまいことつなげて1曲にしたいなというふうにここで思ったわけです。あともう一つ大事なのがですね、曲のキーは変えないってことです。これはですね、歌物を作ってる作曲家的にはですね、キーバンバン変えてもいいんじゃないかと思っちゃうんですけど、元がですねクラシックのピアノの曲なんですよね。なので半音転調しただけで全く別のニュアンスになっちゃうんですよね。あとはもうピアニスト的にはわかると思いますけどね、半音転調するだけでめちゃくちゃ弾きづらくなるわけですね。ということでビヨンズの小林さんが弾く前提だということを考えると、絶対キーは変えない方がいいだろうなと思いました。あとキーを変えない意味っていうのはやっぱ原曲の良さを生かすっていうのと、あとは小林さん以外のショパン弾けるピアニストがですねいきなり参加できるかなと思ったんですね。なんかノクターン第2番弾けるっていうねピアニストがいたら、なんかサビから参加できるとかって、そういう作りにした方が面白いかなと思ったわけです。ということで曲のキーは絶対変えないというこの約束を守った上で作り始めました。さあでは続きましてこちらです。ドン！ショパン先輩の生涯。さあショパン先輩のフルネームはですね、フレデリック・フランソワ・ショパンということですね。ピアノの詩人と称されるくらい名ピアニストであり名作曲家であります。1810年生まれ、1849年にお亡くなりになられた、わずか39年の生涯だったわけです。ちなみに今日ですね、私ショパン先輩の T シャツを着ております。そんなショパン先輩、どのような人生を送られたのかというのも本当にざっくりですけど解説したいと思います。まずショパン先輩、ポーランド出身、フランス人のお父さんとポーランドの元貴族の女性の間に生まれたのがショパン先輩でございます。ピアノは4歳から始めたそうです。そして8歳で演奏会を開いたと。そして拍手喝采を浴びたそうですね。もうその頃から神童とか天才と称されていたと。それくらいピアノが上手かったわけなんですね。そんなショパン先輩、その後ですね、ポーランドの首都にありますワルシャワ音楽院、こちらに入学しまして、見事首席で卒業するっていうですね、どれだけの腕前だったかっていうのが分かりますよね。そしてその後ポーランドを離れ、オーストリアのウィーンに行きます。ウィーンでこの音楽活動頑張ろうっていう最中ですね、この祖国ポーランドのワルシャワでですね、戦争が起きちゃうんですね。そして一緒に来ていた親友はポーランドに戻ると。そしてショパン先輩もどうしようかなと悩んでいたそうです。でそんな中ですね、ウィーンにも居づらくなって、その後パリに向かいます。そしてパリに向かう道中で祖国ポーランドの首都ワルシャワが陥落されたという知らせを聞きます。ここのですね、どうしようもない怒りを音楽的に昇華した作品が革命のエチュードと言われております。これ諸説ありですけどね。そしてパリではですね、演奏会を行いながら貴族のご婦人方にピアノの家庭教師をしていたと。そういうピアノの演奏活動とレッスン活動ですね、そういう風にして生計を立てていたそうです。そしてこのパリではですね、非常に印象的な女性が2人出てきます。こちらです。ドン！マリアやジョルジュ・サンドとの別れ。このマリアという女性とショパンですね、25歳くらいの時に結婚の約束をしていたんですね。ただですね、このマリアの両親がですね、この婚約をね保留にしていたそうなんです。このショパンとマリアの婚約なんで保
流にされていたのかというのは、ショパンの健康状態が原因だったそうです。この長年彼を苦しめた病、これは諸説ありますが、肺結核を長年患っていたそうです。この非常に病弱な人のもとに、うちの嫁はやれんというような状態だったんでしょう。そして結婚の約束をしていたにもかかわらず、マリアとショパンは縁談が破談になってしまいます。ここで悲しい恋の別れが訪れるわけですね。その後も非常に印象的な女性、ジョルジュ・サンドという女性の作家が現れます。これ女性作家なんですけど、このジョルジュというのはですね、フランス語で男性の名前を表すそうです。あとはですね、なんかパーティーかなんかに男装をして現れたという逸話も残ってるそうです。それくらい強い女性だったわけなんですね。なんかこの病弱なショパン先輩と強い女性であるジョルジュ・サンド、この2人の関係性というのも非常に面白いですよね。そして9年間ですね、お付き合いをしたそうなんですが、このジョルジュ・サンド前に結婚していたそうで、その元旦那の間に2人の子供がいたそうです。そんな彼女2人の子供たちをめぐるトラブルに見舞われると、そんなこんながあって9年で破局してしまうということで、このショパン先輩、この別れの辛さっていうのもありますよね。ショパンにも別れの曲ってありますけども、非常に別れの多い人生であったと。そして病弱であり肺結核に長年悩まされていて、39歳の若さでお亡くなりになってしまったということなんですね。ということで、ショパン先輩、激動の時代を生きて様々な別れを経験し、そして肺結核という病気にも苦しめられたというですね、ちょっとどちらかというと悲しい人生な感じがしますよね。ということで、このショパン先輩のざっくりとした生涯ですけれども、ここを勉強した上で彼の曲を聴くとまたちょっと違った味わいになるし、またこの英雄笑ってショパン先輩の歌詞もですね、ちょっと違った味わいになるんじゃないでしょうか。では続きましてこちらです。ドン。仮タイトルは五感から。さあ、こちらの楽曲も言わずもがなですけど、まずはショパン先輩のメロディーが先にあって、そこに詩を乗せていったわけです。さあ、このクラシックの名曲にどんな詩を乗せていったのかというのをここで解説したいと思います。まずはですね、ショパン先輩の楽曲を2曲つなぎ合わせてキーは変えずにガッチャッコして作ったんですね。そのメロディーだけ載ってる楽曲デモのタイトルがショパン先輩でした。これ全くの思いつきでつけたんですけどね。このタイトルをなんとなくつけた時は、私もこのショパン先輩というタイトルで曲を書くことになろうとは思ってませんでした。ということで、とりあえずつけたのがショパン先輩というタイトル。これなんでショパン先輩にしたのかというのは単純でございます。ショパンっていうのはこの SP ですよね。で、先輩も先輩ですから SP ですよね。ショパン先輩ということで、なんか言いたくなりますよね。語呂がいいわけですよ。この語呂の良さと、あとショパンを先輩って言うことによってちょっと親しみが湧くっていうね、その辺もですね、なんか自分的には好きでですね、ショパン先輩ってつけたわけですね。さあ、このショパン先輩というデモを出してですね、ショパン先輩ってこの語呂は面白いねという風にディレクターからね、リアクションがあったわけです。じゃあなんとかこのショパン先輩という言葉を活かして歌詞書きたいなと思ったわけです。フレデリック・ショパンピアニストでありますからね、基本的には歌物は作らないんですよね。ピアノを使ってどこまで美しいメロディーを奏でられるかという視点で作ってたと思います。仮にですけどもね、このショパン先輩自身がですね、歌物作ってって依頼された場合、どういう曲作るのかなと思ってですね、これ絶対ショパン先輩が作らないだろうなと思ったのがですね、ショパン先輩自身のことを歌うってことですね。ショパン先輩自身の人生であったり、その過去に作った楽曲だったりをですね、なぞってですね、一曲に仕上げてみようと思いました。ということで、歌詞の中には幻想であったり革命、英雄、エチュード、食パンって入ってます。幻想わかりますね。幻想即興曲って曲がありますね。革命はね、革命のエチュードから来てます。英雄は英雄ポロネーズから来てますね。これ練習曲、つまりエチュードですけども、黒鍵のエチュードとかなんちゃらのエチュードとかありますんでね。この食パンはですね、曲名の中には全然出てこないんですけど、このさっきの SP 理論で言うとこの食パンも語呂いいですね、これね。ということで、なんとか食パンという歌詞も入れてみました。この辺のふざけたところもですね、ぜひショパン先輩に笑っていただけたらいいなと思ってつけたんですけどね。これ絶対笑ってないと思いますけどね。これはですね、歌詞の中に入れ込みたいワードの案ですよね。あとは楽曲全体を通してこういう世界観にしたかったんですね。何百年経っても色褪せない感動をありがとうショパン先輩。このショパン先輩のメロディーを拝借してですね、ショパン先輩のメロディーを通してショパン先輩に感謝を伝えるっていうですね、こういう曲を作りたかったんですね。いや本当にね、改めてね、1810年生まれの方、200年以上も前の方の曲が今でも日本でめちゃくちゃ弾かれてる。世界的に演奏されているわけなんですよね。全く時代を感じさせない色褪せない感動、本当素晴らしいですよね。で、このショパン先輩の楽曲、世界的になんですけど、特に日本人これ
れなんでこんなに好きなのかっていうのをちょっと分析してみました。3つ理由あると思うんですけど、まずですね、メロディーの美しさ。非常にふわっとしてますけどね、これ聞いていただければわかりますよね。とにかくピアノが一番綺麗に聞こえるような美しい旋律です。そしてね、2つ目がですね、癖になる半音進行だと思います。メロディーもですね、ところどころ半音を行ったり来たりするフレーズがあったりとか、あとですね、和音、コードの方もですね、時折不穏な空気感になるわけですよ。不穏なコードから急に解放されるっていうね、その辺の緊張と緩和の使い方がめちゃくちゃいいなと思います。だから今風に言うとめちゃくちゃキャッチー。あの辺の旋律と和音の組み合わせがね、グッとくるんですよ。そしてもう一個言えるのがですね、ダイナミックな跳躍ですね。これ特にですね、メロディーの部分に言えると思うんですけど、例えばこのショパン先輩のサビ、ノクターン第2番を使っているんですけど、人生は芸術だ、普通って幻想だ。この後ですね、ガラッと変わる瞬間、ガラッと、ここですね。このガラッとの部分のメロディーがですね、下のシフラットという音から1オクターブ以上上のレに行きます。音楽的に言うとですね、10度も上にメロディーが跳躍するわけです。もう大ジャンプですよ。この辺の旋律はですね、非常にピアニスト独特なもんなのかなと思います。私はね、基本歌物を作るんですけどね、10度のね、跳躍をするメロディーって作ったことがないです。だって歌いづらいんだもん。そういう技術的には非常に難しい音程取り、これをビヨンズが歌ってます。ここは褒めてあげてください。サビのガラッととかウワッとっていうところですね。見事に歌ってるというのは素晴らしいですよね。あともう一つビヨンズがね、すごいところはですね、音域がめちゃくちゃ広い。もう一番下の音はミから2オクターブ上のミまで。このグループとしてですね、2オクターブをフォローしてるわけです。だからこそこのショパンの名曲も歌えたわけです。この辺はビヨンズならではの曲になったんじゃないかなと思っております。という感じでショパン先輩という仮タイトルから歌詞は生まれていったんだということでございます。では最後はこちらです。ドン！四つ打ちからクイーンへ。クイーンというと皆さんもご存知、モンスターバンドでございます。モンスターバンドの映画ね、ボヘミアン・ラプソディなんかも有名になりましたけども、そんなクイーンの楽曲オマージュが散りばめられてもいます。まずは最初に作ったデモがこんな感じでございました。最初は四つ打ち &3 部構成。四つ打ちっていうのはキック、バスドラムがですね、ドッドッドッドって鳴り続ける音楽、通称四つ打ちって言ったりするんですけど、そういう風なですね、ダンスビートというかユーロビート調でまず作ったわけです。そんな四つ打ちかつですね、3部構成。最初はショパン縛りで3曲をつなげていたわけです。英雄ポロネーズに始まり、ノクターン第2番に行き、最後に別れの曲が来る。こんな感じの組曲というかですね、クラシックメドレーみたいな構成になってました。で、一番最後に別れの曲が入っていたんです。これで最初のデモ作って、アイデアとしては面白いんじゃないかということになりました。なんかでもその3部構成だとただ単にクラシックメドレーになっちゃうのはもったいないよねと。ちょっと統一感がないんじゃないかということになりました。ということでいろいろ話し合ってる中で、3部構成ちょっと要素が多いから一つ抜かそうかということで、この残念ながら別れの曲は外されちゃったわけです。さあ、この3部構成をやめて、あとはですね、歌物、要は J-POP の楽式に当てはめていくという作業になりました。続いてはこれです。ドン！ A メロ、B メロ、英雄ポロネーズ、そしてサビがノクターン第2番。以前も楽式の授業アップしてますので、ぜひご覧になっていただきたいと思うんですが、まずは J-POP でいうところの A メロ、B メロに当たる部分を英雄ポロネーズにしました。そしてその後に来るノクターン第2番をサビとして扱いました。ということで、このショパンの2曲を A メロ、B メロ、サビ扱いすると、途端に J-POP として扱えるようになります。そんなことを考えて構成を作りました。これなんかうまくハマった感が出てきました。あと個人的にうまくいったのはですね、まず冒頭、英雄ポロネーズのソロから始まるんですよ。まずあそこ弾いてほしかったんですね、僕ね。で、小林さんに後から聞いたんですけどね、イントロがめちゃくちゃ難しいそうです。なんか気安く僕無茶ぶりしちゃったかなと思ったんですけどね、無事に弾いてくれました。そんな英雄ポロネーズから始まって、ショパンが始まったのかなと思いきや、途中からビートボックスでプシュって入るっていうね、違和感がビヨンズっぽいんじゃないかなと思ってですね、これ作りました。あと個人的に一番うまくいったなと思うのがですね、英雄ポロネーズとノクターン第2番を繋いだところですね。ちなみにこの2曲はですね、全くキーが違う2曲なんですね。キーとか調っていうとちょっと分かりづらいと思うんで、なんか一つの世界だと思ってください。この英雄ポロネーズの世界とノクターン第2番の世界って違うんですね。これをですね、本来つなげる作業ってね、結構無理くり感が出たりとか違和感が出たりするんですけどね、これはね、たまたまうまくいきました。ちょっと音楽的な解説します。英雄ポロネーズという楽曲のキーは A フラットメジャーというキーです。変異長調というですね、ラフラットから始まるメジャースケール。対しましてノクターン第2番というのは E フラットメジャーのキー、変歩長調のキーです。
ミフラットから始まるメジャースケールのキーです。この相入れなそうな世界観の2人が実は相入れるんですね。 A フラットメジャーと E フラットメジャーのキーってですね、実は関係調といって近親調とも言うんですけど、世界は違うんだけど非常に近い世界なんです。それぞれの楽曲のキーの構成音を並べると7人中1人しか違う人いないんですね。6人は共通のメンバーなんです。ということで共通する音も共通する和音もいっぱいあるんです。ほんとざっくり言うとね、仲のいいキーなんですよ。仲のいいキー同士なんでうまく繋がったんです。ここも自分でね、メロディーを並べながらうまくいったと思ってですね、ちょっと自分で感動した部分です。そしてショパン先輩ありがとうと思いました。そういう風にして違う世界のキーを2つガッチャンコさせてワンコーラス作ったわけでございます。そしてここからですね、共作曲ということで加藤祐介さんのサポートをめちゃくちゃいただきました。まずやっていただいたのがですね、この1番の A メロポロネーズのリズムへ変えました。最初の4つ打ちのダンスビートからですね、やっぱり英雄ポロネーズをオマージュするんだったらポロネーズのリズム使った方がいいよねっていう風になりました。このポロネーズのリズムなんですけど、基本的には3拍子 1,2,3、 この3拍子のリズムにこんな感じ、タタ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 タ、こんなビートが乗ります。これがポーランドの伝統的な音楽でありリズムなんだそうです。このノリをポロネーズというそうです。フランス語でポーランド風のっていう意味だそうですね。だからこそ英雄ポロネーズという楽曲なんですね。ということで1番の A メロはショパンをオマージュしてポロネーズのリズムに変えました。そしてもう一つ2サビからボヘミアン・ラプソディです。クイーンの名曲ボヘミアン・ラプソディ、皆さんも聞いたことおありかと思うんですが、ロックとオペラを融合した名曲なんですね。あの楽曲も本当に実験的でクラシカルな楽曲ですよね。やっぱり2サビからギターがグワーンって入って、それでコーラスも熱くなるみたいな、そういうクイーン的な見せ場を作った方が面白いよねと。ここで企画会議のボヘミアン・ラプソディがここで生きてきます。そんな風に加藤祐介さんにブラッシュアップしていただきました。そしてボヘミアン・ラプソディセクションが終わってから3サビ静寂からのでっかい花火、この笑ってショパン先輩の一番いいところですね。トロの部分ですね。ここね、ものすごい繊細な世界観からバーッと光が溢れるような、どんどん壮大になっていくような展開になっております。そして一番最後に笑って笑ってショパン先輩と終わった後にですね、ちょっと幻想即興曲を混ぜてみました。お気づきになった方もいらっしゃると思いますけどね、やっぱりこのピアノの早弾きで締めてほしいなと思ってね、やっぱ幻想即興曲合いましたね。あともう一個うまくいったところちょっと言わせてください。最後のサビでね、1個転調するんですよね。その1個転調した状態から先輩って最後終わるんですけど、その時には英雄ポロネーズのキーに下がってるんです。これはうまくいきました。個人的にうまくですね、ショパン先輩が使っているコードを当てはめたらうまくはまったんですよ。これもありがとうショパン先輩でございました。さあ、ということでお分かりいただけましたでしょうか。では最後に一緒に MV を見ようということでですね、やっていきたいと思います。ぜひですね、ショパン先輩の生涯を投影したような歌詞、そしてだんだん壮大になっていくこのアレンジ、あとは音域が拾いながらも素晴らしい歌唱をしてくれたビヨンズのメンバー、そして小林ほのかさんのピアノプレイですね。この辺にも注目して一緒に MV 見てみましょう。どうぞスタート。はい、始まりました。楽譜を落とします。映画的でかっこいいですね、この辺ね。さあ、後ろから忍び寄る天使たちですね。かっこいいよね、ここね、やっぱね。ショパンの曲が始まったんだなと思いきやですよね。ボイスパーカッション入ってきます。セットも綺麗。学校ですね。先輩私もコーラスで参加させていただいております。ここがね、ポロネーズのリズム。いや、いい曲です。ショパン先輩ほんといい曲。なんじゃこれは、ここはよく歌えたねって思う。食パン SP ね、ここはもうすぐなんかないって言葉浮かんできましたね。ショパンの声ですね、これね。この辺の展開もね、
非常に面白いですよね。メロディーが素晴らしい。ここからうまくノクタ2番にはいつないだ。これよかった、つながってよかったと思いましたね、作った時ね。チャッチャチャッチャ、まさに青春を今過ごしてるんだなと思いますね、ビヨンズがね。ここ、いいニュアンスですよね、ここはね。基本ね、この主人公はずっと家にいますんでね。なんならベッドの上にずっといるかもしれないですね、これね。ここ、はい、ここが歌えるメンバーがいるというのは大きいですね。はい、ハイトーンも対応できます。素晴らしいね。はい、へい、いただきました。ここはね、とある楽曲のオマージュですけどね。はい、ここからボヘミアン・ラプソディが始まりました。ここはもうね、皆さんにやりとされる部分かなと思いますけどね。このギター聴いてくださいね、ぜひね。ここからタカタタカタタカタターン、ノリが変わります。ギターがうなっております。ピアノもうなっている。コーラスもね、一応僕頑張ってますんでね。ここ、これがやりたかったんです、僕ね。はい、レッドミーゴーって一応言ってますよね。さあ、一瞬の静寂が始まります。生まれた誰もが初めての人生、いい声。それぞれのエチュードビシッと奏でればいい。いいよ。音楽の聴き方が変わってきました。ボーダレスになりましたね、本当ね。壮大でございます。そうなんですよ。花火をあげたいね。ここのハモリもいいね。はい、幻想即興曲きました。これを弾けるってのがいいよね。ここで英雄ポロネーズ、英雄に始まり英雄で終わると。ありがとうございました。はい、ということでいかがでしたでしょうか。よかったですね。もうめちゃくちゃ素敵な MV ですよね。はい、ということでこのビヨンズ英雄笑ってショパン先輩3月2日に発売されております。時代も国境も超えて鳴り響くショパンの名曲たちをカバーしております。ぜひ聴いてください。そしてあともう一つ言っとかなきゃいけないのはですね、音楽評論家でピアニストの下田浩二さんが絶賛しております。ありがとうございます。下田浩二さん、ショパンとかポーランド音楽の専門家であります。ポーランドのワルシャワの音楽院卒業されているということで、そんな方にですね、ツイッターで褒められました。ありがとうございます。単純に嬉しかったですね。ありがとうございます。ということでこのショパン先輩どういう風にして曲ができたのか、生涯はどういう感じだったのか、作詞と編曲どのようにして作り込まれていったのかというのを解説しました。この曲の歌詞にも書いたんですけども、あなたが生きた頃から変わったものと変わらないものどっちが多いのかなって。変わったものっていうと音楽の聴き方が非常に変わりましたよね。ショパン先輩の時代も本当演奏会生で聴かせると、そんな時代から蓄音機が発明されてレコードにその音を複製できるようになったと。さらにレコードの時代から CD になって、そのすぐ後に iPad が出ました。そして現代ですよ、サブスクリプション。世界中のありとあらゆる曲がですね、クラウド上に集められ、そこから世界中の人がアクセスをして楽曲を楽しむという世界になった。
この音楽の聴かれ方というのは非常に変わってきたなと感じます。ただ200年経ってももちろん変わらないものありますよね。国同士の争い、愛する人を失う悲しみ、そして病気の苦しみ。このショパン先輩の時代もコレラという感染症が非常に流行ったそうです。200年経った今でも感染症の脅威は現代人を脅かしてます。ただ変わらないものもっとありますね。人を愛する気持ち、平和を願う気持ち、そして音楽の美しさです。200年以上の時を超えて音楽の素晴らしさを伝え続けるショパン先輩、やはりあなたが英雄だと。偉大な大先輩でございます。本当天国のショパン先輩がですね、なんか面白いことやってんなと、アイドルって面白いなと、歌物って結構面白いなと、そんな風にですね笑ってくれるように後輩の作曲家としてこれからも頑張ってまいりたいと思います。もっと希望に満ち溢れるハッピーな楽曲をこれからも作っていきたいと思います。改めてショパン先輩ありがとうございます。はい、ということでいかがでしたでしょうか。この動画良かったよと思った方はぜひ高評価の方、そしてチャンネル登録の方をよろしくお願いします。そして動画の感想、質問等ございましたら下のコメント欄にお寄せください。よろしくお願いします。はい、ということで本日は以上。また次回の授業でお会いしましょう。さらば。本当に人生